ルンだよ。先月5月18日土曜日にハムスターさんのアーケードアーカイブス10周年記念イベントが東京の二子玉川ライズホールであったんだけど、そのイベントにアーケードアーカイバーではおなじみの台東の富山さん、お林さん、あと伊予正さんと一緒に遊びに行ったよ。ちなみにアーケードアーカイブスはハムスターさんがアーケードゲームの名作を最新ハードに移植しているシリーズで、アーケードアーカイバーはハムスターさんが毎週やってる YouTube の生配信番組だよ。イベントはコンサートあり、クイズあり、対談ありと盛りだくさんで、台東の新情報なんかも発表してとっても盛り上がったんだ。今日はそのイベントのレポートをするね。イベントはハムスターの浜田社長のゲームへの思いがたくさん詰まった催しになっていたよ。ハムスターの社員さん一丸となってイベントを成功させようと準備を進めていたよ。そんな中、僕は富山さんと一緒に台東の新情報を紹介するために登壇することになったんだ。リハーサルもバッチリ。イベントの様子は YouTube で生配信されるから、セリフ間違えないようにしなきゃ。緊張する。会場したよ。僕は伊予正さんと一緒にホールの玄関でお客さんの皆さんをお出迎えしたよ。イベントが始まった。お客さんもいっぱい。司会は元日本テレビアナウンサーの永井美奈子さん。なんと永井さんとハムスターの浜田社長と山田くんは昔一緒にテレビ番組を作っていたんだって。その縁で今回永井さんに司会を頼んだんだって。浜田社長にそんな歴史があったなんて素敵なつながりだね。頑張ります。よろしくお願いします。まずは第1部、明け赤10年の奇跡。富山さんとお林さんも登壇したよ。台東の一番好きな明け赤のゲーム言いましょう。はい。せーの、ルガーベ。以前パックマンコラボでお会いしたバンダイナムコエンターテインメントの宇出津和人さんやファミ通のデデオさんも登壇してたよ。みんなで明け赤10年の歴史を振り返ったんだ。このチームで1本でも多く。爆愛はこれまたアーケードアーカイバーではおなじみのゲーム芸人藤田さん、男色ジーノさん、大林義弘さんによるクイズ大会で盛り上がったよ。ポスターはあげるかい。ポスター優しい兄さん。もうこれね、皆さんお気づきの通り手挙げたもん勝ちです。第2部は明け赤コンサート。新日本 BGM フィルハーモニー管弦楽団の皆さんによるゲーム音楽の生演奏だよ。ゲーム音楽を主体に演奏するオーケストラで、メンバーの皆さん全員が本当にゲームが大好きで、演奏の間にもゲームへの熱い思いを語ってくれたよ。最初ですね、ビギニング。生で聴くオーケストラによるゲーム音楽はほんと最高だった。よろしくお願いします。次は第3部、アーケードアーカイブス新情報発表。ついに僕の出番。なんとこの段階で予定より20分押し。テキパキと。でもしっかりとこの大役をこなさなきゃ。緊張する。ただ次はですね、出てくるだけでも負けなそうな。今あった、謎の物体がご登場いただきましょうか。はい、お願いします。では続いて台東のバブルンさんです。浜田社長に呼ばれた。頑張ろう。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。かわいい。大変大変。あいたた、転んじゃった。ちょっと焦りすぎたかな。台東のバブルンと富山さんです。お願いします。はよんぱー、バブルンだよ。じゃあスライドお願いします。はい。ここからは台東の
対等マイルストーン3の新情報を発表するよ。まずはタイトルロゴからじゃん今回のロゴはこんな感じ。かわいい。明赤でおなじみの三角の対等ロゴが使われてるんだ。これまでのシリーズロゴを並べてみたよ。最初が青、2が赤、3が緑色なんだね。緑色ってことからピンとくる人もいるかも。最初のロゴはタイトロニクス70年代ぐらいの懐かしい。ロゴをあしらってみました。はい。タイトルの2は、ダライスでおなじみ赤いロゴ、で今回は90年前後に使われた三角の対等ロゴをあしらってみました。こんなロゴでございます。ここからは収録タイトルを紹介していくよ。お僕が紹介するってことはもう分かってるかもしれないけど、一つ目はじゃん、おー。バブルボブル。僕が主人公のゲーム。敵を泡で包んで角や背びれで割って倒していくアクションゲームだよ。バブルンがスタジオに入れなくて、アーケード赤までちょっと行ったんですけど出れませんでしたよね。はい。別のスカで出ましたけど、はい今日はこうして広いから皆さんの前にこう姿を現せます。はい、じゃあ次のスライドお願いします。おー。 3つ目、レインボーアイランド。人間の姿に戻った僕が活躍するゲームだよ。今度は虹の魔法を使って敵を倒したり、ゴール目指して上に登っていくんだ。というわけで、この2タイトルが入るから今回僕が直接発表しに行ったんだ。ルナーク。改めて全部のタイトルはこちら。アンドモなんか僕が主役のバブルボブルとレインボーアイランド以外、マッチョが活躍するゲームばっかりじゃない？そんなことない。ルナークはね、動物もいっぱい出ますしね。商品情報はこちら。ジャンルは毎回バラエティー。マッチョが活躍してもバラエティーです。はい、はい、で、小山さん、はい。面白い。面白くはない。どうもこれまでお時間いただきありがとうございました。台東の新情報でした。富山さん、バブルンありがとうございました。ありがとうございました。はい。ああ、楽しかった。気をつけて階段降りてください。よいしょ。はあ、終わったー。最初転んじゃったけど無事終了。第4部はアーケードアーカイブズアワーズ第1回授賞式。ダライアス2？アーケードアーカイブスアワード2023優秀賞は株式会社台東ダライアス2です。株式会社台東バブルン様、僕が呼ばれた。行かなきゃ。今度は転ばないように。バブルン様どうぞ。台東の富山さんにもちょっとお手伝いいただいて、よろしくお願いいたします。はい。トロフィーつかめるのかな。はい。どうぞ、はい、バブルンおめでとう。おめでとうございます。浜田社長、最高。よかった。じゃありがとう。ダライアス2はファミツー .com のユーザーの皆様の投票で2番目に多くの票を獲得されました。これどうですかね。バブルン様から一言ご挨拶いただけたりするもんですか。あ、大丈夫なんだ。お願いします。アーケードアーカイブスダライアス2を買って投票してくれてありがとう。ダライアス2の関係者さんの代わりに今回はちょっとだけ先輩の僕が受け取るよ。みんなバブルボブルとダライアス2にも共通点があるのは知ってる？どちらにも出てくるキャラクターがいるんだけど、正解はどちらにもラスカルが出るんだ。ごめんのボスカーがね、リーダー員がたまにラスカルを出すことを言ってます。はい。申し訳。有馬温泉。ありがとう。これからもアーケードアーカイブスと対等のゲームをよろしくね。嬉しい。
バブルン様ありがとうございました。絶妙の間のご挨拶を拍手をお送りください。第5部は日本を代表するゲームクリエイター桜井正宏さんと神谷秀樹さんの対談。そして最後第6部はゲーム芸人藤田さんによる VS スーパーマリオブラザーズチャレンジ。ノーミスでどんどん進んでいくよ。勝たないよ。スーパープレイの連続で会場は最高に盛り上がったよ。お客さんと出演者、そして配信を見てる人も一つになって藤田さんを応援したよ。その結果はぜひハムスターさんの YouTube チャンネルでライブのアーカイブを見てね。イベント終了後は来場したお客さんのお見送りをしたよ。日本全国から駆けつけた方もいて、そんな熱烈なファンがアーケードアーカイブスを支えてるんだなって感じたよ。浜田社長の思いやファンの熱気にあふれたとても楽しいイベントだったよ。この様子はぜひハムスターさんのチャンネルのアーカイブで見てね。そして怪盗マイルストーン3の今後の情報もチェックよろしくね。それじゃあまたね。はよんぱー。